まで誰も体験したことのないように持つ人ができればいいかな。大将を感じながら寿司できるっていう勝負じゃないですけど、なんか切磋琢磨してる感じがあるのがいいかな。よく思いつきましたね。なんか思いつきそうだけど思いつかないなっていう感じ。昨日友達の結婚式の二次会で牛の巣じゃなくて寿の方なんですね。おー、たまたまっすよね今日。たまたまです。たまたまっすよね。白木も石川県の形をしてる。酸味がいいね。酸っぱくて美味しい。ああ、最高だ。ガリうまっ。まさかシャリ知り合いてます。すごい。なんかシャリがあるからスルスル食べれる。だってこれ本家にはなかったっすよね。本家にはないですよね。鱗をかましてるってことですよね。鱗を揚げて、それさらに塩まぶしちゃって、じゃないと鱗だけだったら寿司にした時めちゃくちゃ浮いちゃうんで。鱗のギミックは面白いな。よく思いつきましたね。なんか思いつきそうだけど思いつかないなっていう感じ。さすがだな。もったいないなみたいな。SDGs ですよね。うまっ。食べ応え最高っすね。いや、こんな頬張れるバイ貝ってなかなかないじゃないですか。そうですね。みんなこれ3巻から4巻取ったりするんですけど、僕2巻しか取らないんで。この感じでこの食感で意外と口の中残んないんだと思った時に、熱く切っていけるわっていうストレスじゃない。ずっと噛んでたい感じの。
マグロとは違う多分結構してあえてネタケースを真横に作ったのはなんか理由があるんですか？木箱に入れて冷蔵庫にとかっていうパターンとかもあるじゃないですか。やろう、そっちにしようかなと思ってたんですけど、はい、今風すぎてああはい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 ちょっと寿司屋っぽさを残す。時間あった方がいいのかパーフェクトが出てくる。もういいですよ。で中は肩の塩化はでも油っすね。油っすね油すごいふくよか。うまっ。そのままにいっちゃうと油感じないんですよ。一緒に切りつけて握っちゃうと、はいそこの食感だけ逆にさらに邪魔じゃないですか、はいはい変側の部分がゴリゴリ変側あるみたいにしか感じないんで、それならもう取っちゃって叩いて入れちゃえば油感じれるじゃん。へえ。太平寿司といえばこれシャリが熱々なのもねまた最高。やっぱ昆布は必須っすか？で下の昆布は。昆布変えました僕。あ、そうなんですか。利尻だと利尻使ってたんですけど、利尻だと蒸してでも戻んないんで、あんまりその柔らかくならないっていうか、だしもそんなに強くその時間だけだと出ないんで、真昆布に変えたんですよ。まあ昆布。イカうますぎる。塩も美味しいですね。これ美味しいです。寿司高森さんは、行きたいってなったら予約方法は今のところ電話のみですね。はいで今この撮影時点だと、お任せ昼と夜で値段が違う、そうですね。それぞれ今おいくらで？ 1万円と1万5千円で、開運の時期になったらちょっと値段変えようかなって感じで。美しいな。包丁が入ってるんでそこがちょうど刃に入ってサクサク。あれ何につけてたんですか？あれ、幽庵地、柚子とあとすだちも入れてますね。へえ。肉厚ですね。肉厚ですね。今の時期鉄砲カマスとか鉄砲カマス。尺越えですごい。
るなと思います。なんか味噌、しらさエビの味噌。しらさエビの味噌です。オンリー珍しい。の自分7尾で上がった。うまっ。味噌うまっ。これ味噌は味噌だけですか？味噌だけですね。何もしてないです。本当叩いただけ。すごいクリーミー。はい、SDGs です。甘エビのことシャリ混ぜに至りまして、上に甘エビの味噌ですね。頭は昆布だしで茹でた後に味付けしてありまして、上に謎の粉かけてあります。粉の正体は殻ってことですか？からですね。あつまり SDGs。甲殻類の香り、味噌のだし感、クリーミーさ、そして甘エビのプリッとしたねっとり甘い感じ、最後にエメラルドブルーの卵シャリ。卵優しいな。うまっ。うまっ。視聴者の皆さん聞こえてますか？歯ごたえすごい、うますぎる。うまっ、マジでうまい。大将、ちなみにバイ貝は金沢でいつ来ても食べれますか？大体食べれます。そうね。甘エビもありますか？甘エビは7月8月は少ないです。夏が少ない。底引きが禁漁になってるんで、でその大和礁っていうちょっと沖の方行った浅瀬に2日間かけてぐらいで取りに行く時があって、その時は入ってきますけど、他の時入ってくる。びっくりするぐらいうまいですね。ありがとうございます。想像以上にふくよかでジューシーで、水分量もしっかりあって全然パサついてない。シャリがうますぎる。
大将今日ごちそうさまでした。ありがとうございます。もう本当太平さんの最後以来の再会でそうですね、はい最後以来ですね。お会いできて嬉しかったんですけど、寿司高森さんのこだわってらっしゃるところとか大切にされてるところってこだわってるどんなところでしょうか？そうですね、できるだけその楽しい空間を作れればいいかなっていうのと、価格帯的にちょっと頑張れば手を伸ばせるようなお店っていうのと、まあちょっと最初の甘鯛の握りじゃないですけど、ちょっと新しいものですよね。今まで誰も体験したことのないようなお寿司とかができればいいかな。それこそちょっと太平寿司を引き継ぎたいじゃないですけど、ちょっとぽさを残しながらやっていきたいなと思いますね。だから今日もそのもちろんエビとか甘エビとかのどぐろの蒸し寿司とかは継承しつつ、まあそうですね、ちょっとだけでもその変えてたりとか、そうですね、はい、進化版とか甘鯛とかはもうオリジナルじゃないですか。甘鯛とかオリジナルですね、カマスとかもそうなんですけど、そうですよね。なんで逆に残してくれたものがすごいあれなんで、なんていうんですかね、大将を感じながら寿司できるっていうのと、なんていうんですか、勝負じゃないですけど、なんか切磋琢磨してる感じがあるのがいいかな。のどぐろ出てやっぱ美味しいってやると、まだまだだなみたいな、残したものすごいなと思ったりとかできるんで、なんか図に乗らなくていいんで。名作が多かったですもんね、太平さんは。僕やっぱサバと赤西貝、サバ、甘エビ、のどぐろ、この辺がやっぱ太平さんのマスターピースというか傑作。地のもののああいうバイ貝みたいなシンプルに美味しいものもあれば、そうですね、あれもいいですよね、やっぱり。でも結構ベースはやっぱ結構創作全部手間暇かかってる仕事してるやつだったんで、基本はやっぱ仕事しないと一貫一貫出す意味ないのかなみたいな。いやでもありがとうございました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。どうした